海道も海外テックのこれまじミントです。 AI の中身を普通の言葉で解説するリナです。オープン AI の AI が自分を動かす仕組みを自分で安くしました。ついに AI が自分を改造して進化したの？ GPT-5.6 ソルが GPU 用コードを改善し、モデルの提供コストは 20% 減。さらに先読み用の小さな AI も改良し、トークン生成効率は 15% 超上がりました。 AI が AI を速くする、これはかなり佳境に入ってない？かなり重要です。ただし野放しの自己進化ではありません。今日は何を自分で改善したのか、その境界まで見ていきます。元の記事はオープン AI が2026年7月29日に出した技術解説です。主役はモデルの点数より同じ計算機から多くの仕事を取り出す方法でした。 AI の効率って短い回答で正解できるかみたいな話？それも一つです。実際のサービスではさらに2つの層があります。 GPU でモデルを動かす推論基盤と道具を何度も呼ぶエージェント基盤です。頭脳が優秀でも計算機の使い方が下手ならお金が漏れるのか？その通り。依頼の振り分け、データの移動、待ち時間、キャッシュの使い方、小さな無駄が何億回も重なると大きな提供コストになります。今回はこの3層のうち GPU とエージェントの改善が特に面白いところです。では AI が本番の奥まで入っていく場面を見よう。最初の見せ場は GPU のカーネルです。カーネルは GPU へ計算の順番やデータの運び方を伝える小さなプログラムです。同じ計算でも指示の出し方で速さが変わる？大きく変わります。余計なメモリ移動や同期があると GPU の計算部分が待たされます。 GPT-5.6 ソルは本番の通信を分析し、負荷の偏りを探しました。さらに事前計算できる処理、省ける処理、並列化できる処理を見つけています。オープン AI はソルがコーデックスで本番カーネルを自律的に書き換え最適化したと説明しています。つまり料理人が料理だけでなく厨房の動線と調理器具まで改造した。例えは面白いけど、この視聴者なら普通の説明で通じるでしょう。採用されたと思ったら即突っ込まれた。結果はエンドツーエンドのモデル提供コストが 20% 減。 10% は複数のカーネル改善を合わせた結果です。もう一つの 15% は何を早くしたの？スペキュラティブデコーディング、日本語なら先読み生成です。小さな AI が次の言葉をいくつか予想し、大きな AI がまとめて確認します。1語ずつ大きな AI を動かす回数を減らせるんだ。ソルは先読み AI の大きさ、構造、機能を変える数百の実験を設計し実行しました。学習を起動して監視し、機械の故障や学習の不安定化にも自律的に介入したそうです。厨房だけでなく先読み担当の助手まで鍛え直した。今度の料理人はちょっとわかりやすいわね。改良した先読み AI によりトークン生成効率は 15% を超えて向上しました。 20+15 で合計 35% お得。指標が違うので足せません。はい、数字が2つ並んだ時ほど物差しを確認します。記事の後半は私たちが使うコーデックスの仕組みに直結します。コードを探す、履歴を読む、ファイルを直す、テストする。1回の依頼でもその度にモデルと道具が往復します。30回呼ぶなら毎回の小さな無駄も30回払うことになる。そこで使える道具を最初から全部読ませません。必要になった時だけ道具やスキルを見つける仕組みでコンテキストの膨張を抑えます。一つのツール出力も通常は1万トークンで上限を設けます。道具を100万両そのまま会話へ流し込む事故を防ぐんだ。さらに AI へ見せる履歴は途中へ差し込まず後ろへ足します。道具の順番も固定し、同じ前半をキャッシュで再利用しやすくします。ベルを呼ぶたび説明書を最初から読み直す無駄を減らしている。 AI の賢さだけでなく賢さを何度も安く呼び出す設計が効いています。ここまで聞くとやっぱり自己進化に見えるよ。 AI が AI 開発を担う割合は確実に増えています。ただし今回ソルが自分で目的を決めたとは書かれていません。人間が課題を選びアクセスを渡し合格条件を決め本番投入を判断します。 AI はその枠の中で実験と実装をかなり深く担当した。オープン AI は AI が書いたカーネルを検査する道具として FP3 を紹介しています。最適化版と基準版が同じ計算構造を保っているかを比べる道具です。 AI の実装と一緒に正しさを確認する仕組みも強くする。なので正確には人間が管理する自己改善ループです。そして 20% は内部の提供コストです。利用料金 20% 減を約束する数字ではありません。面白さを削らず境界線はきちんと引いておこう。本当に新しいのは AI が商品であると同時に
AI を作る道具になったことです。 AI が基盤を改善し、安く早く動く。すると実験回数を増やせる。増えた実験が次のモデルや基盤をさらに改善します。1回で突然進化する物語より、毎日の改善が加速する方が現実的で強そう。これからの AI 競争はベンチマークの1位だけでは決まりません。同じ電力、同じ GPU、同じ時間から正しい仕事をどれだけ取り出せるか。目立たない効率化が AI を広く使えるかまで決めるんだね。まとめ、 AI が AI を改善する時代は派手な自己改造より先に実務から始まっていました。料理人が厨房まで直す話、覚えていたら高評価をお願いします。 AI 開発の加速を一緒に追いたい方はチャンネル登録もぜひ。それでは次のこれまじで会おうね。